ブスル・ブン・サイードからの伝承です。ザイド・ブン・ハーリドが彼、ブスルをアブー・ジュハイムの元へ送り、礼拝者の前を横切る者について、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれから何を聞いたか尋ねさせました。アブー・ジュハイムは答えました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。もし礼拝者の前を横切る者が、自分にどれほどの罪の重荷があるかを知っていたなら、その前を横切るよりも、40の間その場に立ち止まっている方が、彼にとってどれほど良かったことか。伝承者の一人であるアブー・アンナドルは言いました。彼が、使徒かと言ったのか、40ヶ月あるいは、40年と言ったのか、私にはわかりません。サヒーフ・アルブハーリー第510番。ハディースの解説。礼拝は、僕、しもべと主、アッターとの絆です。礼拝者は主に語りかけ、主へと向かって立っています。そのため、法シャリーアは礼拝における集中、不習を保つよう命じ、礼拝者自身と周囲の人々のために、その集中が途切れないための規則を定めました。ハディースの経緯と内容。タビウーンのブスル・ブン・サイードは、ザイド・ブン・ハーリド、アッターが彼を喜ばれますようにがアブー・ジュハイム、アッターが彼を喜ばれますようにのもとへ使いを出し、礼拝者の前を横切る者について預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが何と煽ったか尋ねさせた時のことを伝えています。アブー・ジュハイムは、預言者が礼拝者のすぐ前、サジダの場所を故意に横切ることの危険性と、それに対する厳しい罰について警告されていたと答えました。もし横切る者がその罪の重さを知っていたなら、横切るよりも、40の間その場に立ち止まって待つ方を選んだであろう、という内容です。伝承者によって、この40が、日、月、年、あるいは時間なのか確かな記憶が分かれていますが、いずれにせよ、それは、横切ることで小罪がいかに莫大であるかを強調しています。ハディースから得られる益と法学魔と教訓。通過の禁止、ストラ、障壁がない場合に礼拝者の前を横切ること、またはストラがある場合に礼拝者とストラの間の空間を通ることは厳格に禁止されています。範囲の特定、通過が禁じられる範囲については諸説ありますが、サジダ、平服をする位置までの距離とする説が最も有力です。礼拝者の配慮、礼拝者は、人々の通路やどうしても誰かが通らなければならない場所で礼拝すべきではありません。それは自分の礼拝の価値を下げ、通行人に罪を負わせることになるからです。必ずストラ壁や柱、置物などを置くようにしましょう。現世の苦労と来世の罪。このハディースは、来世での罪の報いに比べれば、現世でどれほど長く立ち止まって待つという苦労、使徒かや40年であってもの方が、はるかに軽いものであることを教えています。題材、カビーラとしての扱い、このような強い警告、ウェードがなされていることから、礼拝者の前を横切ることは、題材の一つとみなされます。